はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月後半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。あとですね、3月のエネルギー解説っていう動画を前々回ぐらいにアップしているので、もしまだご覧になってない方はぜひこちらもご覧ください。やっぱり3月の後半もまだまだ星が動くので、その解説をたっぷりした動画は別にあります。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。後ろはペンタクル10ですね。ワンドナイトの逆、そしてソードページ、節制逆、ソード10、ラバーズ、ワンド7逆、ワンド10逆、気をつけることや対策が、運命の輪と、ワンド8と、オラクルはペンタクルスのエース逆です。なるほど。ちょっと星の話もさせてくださいね。まずやはり3月14日が月食になるんですね。でこの月食っていうのは満月の強いバージョンみたいな感じで思ってもらったらいいので、なんか感情がね揺れるよとか大変だぞとか体がしんどいとかいろんなことを感じると思うんですけれども、特にこの3月14日の月食っていうのは何か自分に負荷をかけたくなるとか、自分にストレスとか負荷とか何かなんていうんですかね、何かそういう課題というかね、そういったものがかかってきてるかのように感じやすい時なんですね。でその感じてるからこそそれから逃げようとしたりそれを克服しようとしたりとかする動きの中で気づいたら押し出されていい方向に向かってましたねっていう流れになりそうな感じがするんです。でさらにそれが3月29日の日食にもまたつながってきますので、どんな自分がプレッシャーを感じているかとか、どんなストレスを今感じているか、じゃあそれがないってどういうことだろうみたいな、それを感じてる今の私は一体何を克服しようとしてるんだろうみたいなね、何に気づこうとしてるのかなっていうふうに思ってもらうと、なんかスッと逃れていくというか、苦しみとかね悲しみとかからちょっと外れたところでちゃんと気づきを得れるよって感じがしました。そして3月15日からね水星は逆行しますが、で金星も今逆行してますけれども、何かダメっていうわけではなく、なんだか誤解が生まれそうな空気感だなっていう感じです。例えば空気でも湿気が多かったりすると、なんか雨降るのかなみたいな、そんな感じがするのと同じように、なんとなくこのエネルギー的に誤解が生まれそうだなみたいな感じがするんですね。でその誤解っていうのが他者との関係の中で生まれる誤解なのか、自分自身において生まれる誤解なのかっていった時に、大下さんは自分自身において生まれる誤解を感じそうだなっていうふうに思ったんです。他者は全然悪気はないとか悪く言ってないんだけど、なんか自分がもっとこうでなければならないみたいな思いがあるとかね、なんかここでソードの10が出てたり、ここでワンドの10が出てるので、何か強く自分が思い込んでいて、こうしなければならないと思い込んでいて、それができてない自分とか、こんなに頑張ってるのに他の人は分かってくれないみたいな、そういった誤解っていうものも生まれやすいかもしれないので、3月の後半は自分に優しくしようって、もうそれでいいと思います。もうそれだけでいいような気がします。そして、3月20日が春分の日ですけれども、占星術的には春分の日から新しい1年が始まるっていう考えなので、ここからまた流れが変わるよということで、大志座の皆さんは少しやっぱり誕生日の1ヶ月前ぐらいになってくるので、なんかちょっとエネルギーが溶けていくっていうか、エネルギーが溶かされていく、めちゃくちゃがむしゃらに頑張るっていうよりも、じゃあちょっと休憩に入りますみたいな感じでエネルギーをなだらかにしてくれるっていうふうに思ってもいいかもしれませんね。もちろん頑張りたいことがあるんです、頑張ってますという方はそのまま言ってもらって全然いいんですけれども、見えない宇宙のエネルギーとしては、ゆっくり寝てねとかゆっくり休んでねっていうふうにまるで背中を撫でてくれてるかのようなエネルギーだと思っておいてください。それが今自分に届いてるんだと。だからどうしてなぜこんなに涙が出るんだろうとか、なぜこんなになんかいろんなね感情のリリースが起こるんだろうと思ったら、それだけ今宇宙のエネルギーが自分を癒してくれてるんだなって思ってもいいと思うんですね。なんか寝たいなと思ったら寝てもいいし、
横になってもいいしみたいな、そんな感じで思っておいてください。要するに誕生日までの間に自分は癒されていくんだと、細胞は今ゆっくり休んで寝かしていくんだなって思っておいてくださいね。その方が要するに流れ的にはうまく回るわけです。で少し3月の27日以降ですね、金星が逆行して魚座に一旦戻りますので、少し敏感になるっていうか、他者の言葉とか思いやりとかにすごく敏感になるっていうのもありますし、仲間的にはいいと思いますよ。仲間と集うとかそういうのもとてもいいと思います。そして3月29日の日食なんですが、ここの日食から次の日食までの大きなテーマっていうのがありまして、日食っていうのは次の日食までの影響するよっていうふうに言われてるんですけど、3月29日の次が9月22日なんですよね。ですから約半年ぐらいかけてどんなテーマがあるんですかって言ったら、おうし座の皆さんはこのテーマちょっと難しく感じるかもしれません。感じにくいので難しいってことなんですけど、自分が本当に進みたいと思っていた道に行く流れなんですけれどもね、でもご自身ではそっちに向かってるって感じにくいんじゃないかなって感じがします。要するに水面下でいろいろ整えられる時なので、まだわからないみたいな、自分でちゃんとこれでできてるかわからないっていうような感覚かもしれません。そうだな、本当にこれは例えばの話ですけども、自分が世の中にこういうものが必要なんじゃないかなと思って何かを打ち出していきますとか、商品作りますってなったとしても、その商品の価値っていうのはなかなか人に浸透していかない。でも本来自分が持ってる思いっていうのは、これは絶対世の中のためになるんだっていう、そのね、熱い思いとか優しい思いが、それが始まってるんだけど、実際にそれが他のたくさんの人たちに触れて知られて感謝されてみたいな、生かされてってなるね、ちょっとタイムラグがありますよね。なのでこの3月の末から9月22日ぐらいまでの流れっていうのは、なんだかすごく一生懸命やってるんだけど自分ではわからないみたいな感じになるかもしれないんですけど、これは自分の頭が理解できてなくてもいいんです。自分がちゃんと行動し続けてさえすれば必ず必要な方向に流れていくし、私これ一時的にやってるだけなんですみたいなね、例えばお仕事に関しても、本当はこういう仕事したいけど今は仕方なくこの仕事をしますっていうものがあったとしたら、これは一時的にやってるだけだから本当に自分の目的じゃないんですって言いながらもやるみたいな。でもその言いながらやってることが大事って感じがするんですよ。ここで行動し続けることが気づかないうちに何かにつながってるわけですから、そこだけをね見失わないでねって感じがしたんです。やはりオラクルがペンタクルスエースなんですね。このペンタクルスエースは非常に基盤のある、長く続く、ここから育っていくっていうすごくいいカードなんですけど、私から見ると実は逆なんです。なのでこの価値っていうものにまだ大志座の皆さん気づきにくいかもねみたいなメッセージだと思ったんです。これはちょうど3月の後半で見てますけど、ちょうど3月後半からそういう大きな流れの扉が開くので、もしかしたらそれに対してのメッセージかなと思ったんです。そして入り口がやはりワンドのナイトの逆なので、本当はもっと頑張らなきゃいけないとか、もっと全身全霊で努力しなければいけないとか思ってたとしてもできないみたいな思いあるかもしれないんですけど、そんなね四六時中 100% で行動するってなかなかできないですよね。なのでバランスをとってくださいというふうに言われてます。やる時があってもいい、できない時があってもいいみたいな感じです。それが普通なんですみたいな感じで言われてます。なので志高く目標を立てて、ああしようこうしようって思うのは全然いいし、おそらく何らかのアイディアとかこうしたらいいんだっていう手がかりっていうのは多分見つかっていることでしょうって感じで出ていて、ただそれを順調に自分がやってるかって言った時に、いやできてないんだよなって思うかもしれませんが、それでいいんですよって言われてます。だからめちゃくちゃ自分を犠牲にして死ぬ気でやらなきゃいけないっていうふうに思わなくてもいいよって感じがしました。体しんどかったら本当休んでくださいね。今そういった細胞が整えられようとしてる時期に入りますから、この3月20日以降から誕生日までの間は。でその後ですね、やっぱラバーズっていうのが出てきて、新しい可能性が出てきてますね。何かと何かが融合しようとしてる、何かと何かが出会おうとしてるって感じです。ですから自分が持ってるこの思いと、もしかしたら本当に誰かという人かもしれないし、誰かの才能かもしれないし、誰かの技術かもしれないし、何かと何かが出会おうとしてるって感じがすごくします。でも出会うよってなった時に、いや私今まだ準備ができてないんですとか、ちょっと今私の立場が悪いんですみたいな、なんとなく自分が不利な立場にいるかのような気持ちになるかもしれませんが、
そんなことないんですよ、今の自分でいいんですよみたいな感じがすごくします。もしくは今まだちょっと準備ができていないので少し待ってくださいっていうことを相手に伝えてもいいかもしれないですしね。ここでワンドの10が出ているので、自分が抱え込みすぎない、もう全部自分がやらなきゃいけないんですねっていうふうに思わなくていいよって感じで出てます。なので対策とか気をつけることっていうところでちゃんとねチャンスが来ますよとか、そのチャンスって飛んでくるんですよみたいな感じがあるんですよね。ワンドの8も出てたりするので、それってご自身が動いたり自分が引き寄せるっていうものじゃなくて、なんかやっぱ流れとともにやってくるんだなって感じがあるんですけど、今の大下さんがこれ以上自分にプレッシャーをかけるような形だったらしないでくださいって感じがします。だけど今じゃあ私ちょっと今週は休みますとか、ちょっと自分もリラックスしますみたいな感じでリラックスしてやる時やらない時とか、そういったバランスっていうものを自分で認めると、ちゃんと何かが引き寄せられてきて、ちゃんと何かが育っていく、気づかないうちに根は生えていくみたいな感じで、ああ育っていくんだなって感じがすごくします。なんか伝わりますでしょうか。分かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとこれ踏まえた上でのお仕事を見てみますね。さっきのね、なんか今見えてるのがこの満足っていう感じのカードが出てますけど、カップ9です。もしかしたらですけど、そのさっき言った今年の春からしばらくちょっと自分の望んでることと違うことに携わるとかね、そういうのがあるかもしれませんよね。でも結果的にそれやっぱ満足につながってるんですよ。想定外の満足に。はい、そして、ソードの5ロスということで、何か自分の中では一個なくさなきゃいけないとか、ちょっと違うんだよなみたいな思いがあるかもしれませんし、なんかこっちやるためのこれをやらなきゃいけないみたいな、ちょっと自分で後ろめたい気持ちもあるかもしれないですけど、でも今目の前のお仕事での喜びを見つけてくださいって感じがしますね。いろんな人と関わったりとかしながら小さな目標を達成していく喜びをぜひ味わってくださいって感じがします。仕事ではまだまだどんな喜びがあるか分かんないですからね。やっぱりカップの9っていうのは想定外の喜び、想像以上の喜びっていうのがあるので、どんな喜びがあるのかなって思いますね。そしてもう一つ人間関係見てみましょうか。人間関係、人間関係はペンタクルスの9と忍者とストレングスということで、その人との関係性っていうものにおいても、もしかしたら今まで自分がこうなんかつるんでいた人たちとか、ただの同級生みたいな感じではなくって、何か自分がステップアップするために必要な人たちと関わっていくって感じがしますね。例えば何かこう扉が開かれる感じがするわけです。新しい可能性の扉がね。でそれっていうのはここからゆっくり育っていくものなんですけど、その時に関わる人やなんか契約とかそういうチャンスが来るって感じがするんですよね。でもなぜかすごく、よく言うと謙虚なんですけど、悪く言うと引いてるって感じがするんですね。人間関係もそうだし、自分自身っていうものがもうこれ以上は自分に無理したくないんですとか、これ以上頑張れませんみたいな、そんな無理して頑張らなくていいんですっていう感じがします。なのでもしちょっと心を落ち着かせたかったら落ち着かせてもらったらいいし、心の準備をしたかったらしてもらったらいいんですけど、でも人を通して大志田さんが持ってる本当の愛の力っていうのもやっぱ出てくるよねって、本当の自分の力を発揮するのも人を通してですよねって感じが出てるので、ゆっくりでいいです。焦らずにね、関わりたかったら関わってください。でも決してこう引いたりとか誰かに傷つけられたりっていうことは全然なさそうなので、自分が納得する形で新しく関わっていきたい人たちと関わっていったらいいって感じがしました。最後にもう少しです。気をつけることを見てみたいと思います。気をつけることね、大志田さん。気をつけることは、恐れっていうカードが出てますね。恐れることなかれって感じかな。これはいろんな、例えば今体調がとか、そんなの私できないかもみたいな思いがあったとしても、恐れることなかれです。
単に小さな子猫ちゃんを大きな影だと思って恐れてるだけかもしれませんよっていうカードが出てます。どうしたらいいのっていう対策を見ていますね。おうしさんの皆さんどうしたらいいの？つながってくださいっていう感じで出てます。つながりというカードが出てます。さっきの人間関係もいいしね、誰かと向き合っていってくださいって感じですね。助けを求めてもいいかもしれないし、そしてそれができたらどうなのって言われたら成功、サクセスっていうカードが出てます。うまくいくんですよね。結局助けを求めたりとかできませんって言ったところでうまくいくみたいな感じ。そして最後はもう一枚引いてみましょう。これはビジョンというカードが出てますね。何かやはり新しい可能性見えてきますね。ここでも新しいものが生まれようとしている、そんな感じがします。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またぜひ次はですね、恋愛動画を撮っていきますので少々お待ちください。またこの3月末のエネルギーを生かして皆さん有意義に過ごしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。